感想ですよねっていうのは、それがあなたの感想だよ。そんな感想に。はい、お疲れ様でございます。ケッパコマスターでございます。ついにというかですね、最近調子悪かったんですけど、ついにポータブル電源が壊れました。急に停電になっちゃいました。電源関係はシガーソケットでつなぐようにしてたので、12V の換気扇とかそういったのは使えるようにすぐ変更できたんですけど、100V に変換するのが必要なものは一切使えなくなりました。とうとう寿命が来たかと。4、5年使ってるような気はしますが、割と初期の頃のエコフローのミニという 288W というリン酸鉄ではなくリチウムイオンのポータブル電源でございます。車に積みっぱなしの状態だったんですけども、リン酸鉄系ならいいんですけど、リチウムイオンですね。これはちょっとね、車の中にずっと積んどくのはちょっと不安ではあったんですけど、一回下ろして家庭用の電源 100V で充電を試みたんですが、現在 89% って出てますが、これ1週間ぐらいつなぎっぱなしなんですよ。1、2時間で100になってないといけないんですが、そこまで上がりません。もうさすがにこれは使うのが不安だということで下ろしました。最大の原因がこれなんですよね。これシガーソケットタイプの 12V で外してみたらわかりますか？これ溶けてるんですよ。この接点の部分わかります？なんか溶けちゃってるんですよ、プラスチックのとこが。これ危なかったですね、これ。一応ですね、バッテリーからの出力には 15A のヒューズをつけてたんですけど、最大 8A でしか充電しないんで、保護のためにヒューズをつけてたんですよ。で、ヒューズは全然平気だったんですけど、ずっと充電してるわけなんですよね、常時。とうとう、やっぱりおかしくなったんですね。まともに充電がされてない状態がずっと続いてたわけで、バッテリーからの電力をいっぱい使ってたような、無駄に使ってた気がします。こんな状態を見ると。事故になる前に分かってよかったんですけど。ということで、4、5年使ってるポータブルバッテリーはやめることにしました。これ以上使うと危険なんでね。一応今のシステムのままポータブル電源を変えるっていう手もあるんですけど、一回冷静になって皆さん考えてみてください。車の中からポータブル電源を持ち出して外で何かをする人ってどれぐらいいるんでしょうか？あんまりいないんじゃないですかね。特に車中泊しかしない人っていうのは僕と一緒で積みっぱなしじゃないんでしょうかね。ということを考えると、これはもう案件が来るようなね、有名 YouTuber さんたちは絶対に言わないです。ポータブル電源いらないです。ポタ電はいらん。もうこれはいりませんね。有名な方はね、当然商売に響きますからね。ポータブル電源を作っているメーカーからの案件は一切来なくなりますからね。おじさんみたいなこんな弱小なチャンネルはそもそも来ないので、一回皆さん冷静になりましょう。いりますか？ポータブル電源。電源がいらないっていうことじゃないですよ。ポータブル電源がいるかいらないかっていうのを冷静に考えてみた方がいいと思いますよ。なんでかというと、やっぱりサブバッテリーのシステムの方が車の中限定で使うには理にかなってるんですよね。充電器は充電器、バッテリーはバッテリー、12V から 100V に変換するインバーターも別物ですから、全部バラバラなんで、例えばどれかが壊れたらどれかを交換すればそれで済んじゃうわけですよ。ちょっと考えてるんですけど、この切り替え機で2系統のバッテリーを使えないかなと。サブバッテリーとサブバッテリーという感じで使えないかということを今ちょっと考えてやろうとしてますんで、コスパ的に見てもサブバッテリーのシステムの方が結果的に安いんですよね。例えばポータブル電源もね、 1kW、2kW ってかなり大型のシステムができて、値段もそこそここなれてはきてるんですけど、ポータブル電源が壊れたと、今回のおじさんのように買い替えるわけですよ。そうすると10万円とかが消えてなくなるわけですよ。それを考えたらサブバッテリーのシステムにしておけば、どれかが1個ずつ壊れたとしてもそこまでの出費はしなくても済むわけですよ。ただ配線とかがめんどくさいんですよね。そこだけですね、気になるのは。弱小チャンネルのおじさんのチャンネルはポータブル電源はいらないって言い切りましょう。有名な人は絶対言わないですね。案件が来なくなりますからね。商売になりませんね。ということでポータブル電源をやめてサブバッテリーのシステムで構築しようかなと思っております。このエブリィのシステム、もともと雪中泊、雪の中で車中泊ができるように考えて作ってあるんですね。ソーラーを使ってないのは雪の中行くことは分かってるので、
ほぼソーラーの充電はできないだろうと。なので走行充電を重要視して、走行充電器からバッテリーですね。この2つは 30A ってちっちゃいやつなんですけど、これを2台つないで 60A のバッテリーとして使ってたんですよ。この 60A のバッテリーからポータブル電源に 8A で充電をしていたという感じですね。ポータブル電源から 12V で使うもの、100V で使うものを出力していたという。基本的にですね、12V でシステムが成立するように作ってたんですね。なぜかというと、100V の機器っていうのは割と電力を食うものが多いんですよね。20W、30W もっと大きい電力を使うものが多くて、12V のものっていうのは USB で使えたりするものとかが多いので、割と省電力なんですよ。なので 12V で基本的なものはね、作ってあるんですよ。例えば、換気扇は1つ 3W で稼働できるものが3台なので、合計で 9W ぐらいしか使わないし、扇風機もこれ、車用の 12V の扇風機なんで、最大で回しても 10W ぐらいまでしかいかないんで、LED もそうですね、同じく 3W から10。Bluetooth のスピーカーですね。10W 使うってことはまあないんで、そんなでかい音出しませんからね。3W 程度。スマホの充電だとか、なんかバッテリー充電したりとかので、使うのも 5W ぐらいしか使わないんで、全部使ってても、そんなにね、電気を食うシステムにはなってないんですね。100V はどちらかというとスポットで使う感じのものが多くて、LED の照明も撮影する時用に使ってるのがメインなんですね。光量がないと映らないんでね。夏場はサーキュレーターですね。最弱にして 15W ぐらいで、マックスで 30W ぐらいですかね、多分使うのは。もうちょっと行きましたかね。あとは冬場、石油ファンヒーターを使ってるんですけど、200行くことはないんですけど、200W 近く行きます。通常運転になれば 20W ぐらいです。基本的には省電力のシステムになっているんですよね。一番電気を使う調理家電ですね。電子レンジ積んだりしてる方もいますし、最近はもう IH の調理器具っていうか、この辺ものすごい電気を食うので、使ってません。カセットコンロだけで調理してます。冷蔵庫もずっとつなぎっぱなしで電気を使うので、使ってません。だいたい2泊3日ぐらいしか行かないので、クーラーボックスと保冷剤結構強力なやつを作ってあるので、2泊3日は全然余裕なんですよね、これで。夏場でも。クーラーも当然ないです。スポットクーラー作ったりしてごちゃごちゃやってますけどね。基本はもう暑い時はもう涼しいところに行くしかないんですよ。もう涼しいところに行って、日中はですね、ひたすら日陰を探すっていうことをやってますね。クーラーなんか積もうと思ったらもう、どんだけ電力必要かっていう話ですよ。電力もお金もかかるし、冬場も電気毛布も電熱系のなんかヒーター的なものも使ってません。湯たんぽは使いますね。湯たんぽと石油ファンヒーターのみで、全然余裕ですね、雪中泊も。なんで石油ファンヒーターにしてるかっていうと、車中泊っていうことを考えると、多分 FF ヒーターとかがベストじゃないかなとは思うんですが、高いんですよ。何十万もするわけですよ。安い中華系のヒーターも、いつ壊れるかわかんないし、火を使うものなんで、怖いんですよね。信用できないものを使うのが。石油ファンヒーターはコロナのね、ファンヒーター使ってるわけですけど、安全装置がたくさんついてるんでね、家庭で使うものなので、車に乗せて使うっていうことは考えられてないので、その辺は自己責任ということになるんですが、石油がこぼれたりしないように気をつけたりとか、換気ですね。換気をきちっとすることを気をつけていれば、今までなんかおかしなことになったこともないし、一酸化炭素のセンサーもつけてあるんですけど、一回もなったことないんですね。壊れたことはあるんですけど、保証期間内だったので、無料で治りましたし、車中泊に行かないときは部屋で使えるしね。今のところは石油ファンヒーターっていうのがベストチョイスかなと思ってるんですけどね。あなた乾燥ですよね。乾燥ですよね。どうしようかずっと考えてたんですけど、ポータブル電源をやめて、インバーターにしちゃおうかなと。ちょっとこのインバーターとかも、ちょっと博打ができないですね。やっぱり。その次につながるものが、普通の家電だったりするんで、若干割高なんですが、これなんて読むんですか？ライタイム 1kW 級のインバーターを買いました。テストをね、してみました。つないで、現状の状態でバッテリーからつないで、問題なく使えます。これを選んだ理由っていうのは、いろいろ調べてね、信頼性があるのと、リモコンがあるんですね。オンとオフ、あとは情報だけなんですけど、細かいことはできないんですけど、それで十分なんですよね。本体はシートの下とかね、しまっておけるんですよね。なので、ちょっと若干高いと言っても5000円ぐらいなんですけどね。同じクラスを比べれば。そして、バッテリー。
バッテリーもちょっとね、探すの大変で、100アンペアぐらいは欲しいなと思ってたんですよね。現状60アンペアでちょっと足らないって感じなんで、今一番値段がこなれてるのが100アンペアクラスなので、一番探すのに苦労したのが、サイズですね。一般的な100アンペアのバッテリーってしまうとこがないんですよ。相当何かを改造しないと入らないんですよね。床低めに作ってやるんで、入るサイズっていうのが、ライタイムわかんないですけど、でもあるんですけど、値段がね、もうほぼ倍ですね、これの。4万円近いんですよ。他にもあるんですけど、ほぼ同じぐらいで、3万5千円から4万ぐらいなんですよ。探したらもうこれしかなかったんですよね。安いのが。エボポーですか？エボポー 1280Wh、12.8V、100A。あんまりね、口コミとかもないし、よくわかんないんですけど、買いました。このミニサイズというの。これじゃないとね、入んないんですよ。床下に。ポータブル電源ね。ちょっと補足なんですけど、結局変えたところで充電するには現状と同じ 8A のシガーソケットでするしかないんです。最近はオルタネーターチャージャーっていうんですか、バッテリーから直接引っ張る大容量で充電できるものもあるんですけど、結局それも買わなきゃいけないんで結構するんじゃないですか、お値段何万円っていうパターンで。そうすると当然5万円では収まらなくなってきちゃうんで、結局インバーターとバッテリーを入れた方がいいんじゃないかなという考えになったんですよね。あとはですね、30A2 つ。これもね、一緒に使えるように考えてるんですよ。4チャンネルの切り替え機があって、ちょっとこれね、やってみないとね、わかんないんですけども、同じ経路での配線はしても無駄なんですよね。全くサイズも違うし、まともにはつなげないんですけど、この切り替え機があると2系統を同時につなげられるような感じがしたので、その 30A2 台と 100A1 台、これをバッテリーの1と2に分けて両方使えるようにしたいと思っております。そうするとですね、トータル 2048Wh という結構な容量になるんですよね。8掛けだとしても 1600W 近くはあるということなんですよ。十分じゃないかなと思うんですよね、これぐらいで。あとは充電がですね、充電器が 30A の充電器、わざわざ 30A 選んだっていうのは潔白なんでね、そんなにオルタネーターの出力がないんですよね。発電能力がね、測ってないんですけど、この上っていうと 50A があったんですけど、そんなに大きいのを積んじゃうとちょっと車に影響が出そうな気がして、わざわざ30の方を選んだんですね。それでも 360W ありますからね。そうですね、5、6時間走れば全て満タンになるっていう感じですかね。5、6時間走るってことはあんまりないんですけど、満充電にならなくても使えると思うんですよね。使ってみないとわからないで、あとはこれ設置が完了してからもう一度報告いたしたいと思います。はい。
感想ですよね。でも感想ですよねが感想ですよねっていうのが、それがあんたの感想じゃないですか。それが感想じゃないですか。それが感想です。No, no.